はい、では最新アフターエフェクツ、プレミアプロ情報ということで、Adobe Systems の古田さん、よろしくお願いします。はい。準備しているところがバレてしまいましたがはい、改めまして、Adobe Systems の古田です。今年はNAB に行ってなかったんですけれども、事前にいろいろとですね、社内の方で新しいバージョンについての情報が来ていますので、そういったところからですね、次期アップデートと言われているものをいくつかご紹介していきたいなというふうに思っております。でまずご紹介するのは Adobe のプレミアプロからいきたいと思います。プレミアプロですけれども、今回の改良点としましては、本当にたくさんあるんですけれども、2つ挙げることができると思います。1つ目が、4K、8K のような高解像度の制作がありますけれども、その高解像度のワークフローに対応を強化したというところで、プラス先ほどの江夏さんとかの話もあった VR ですね、VR 編集への対応、この2つが非常に分かりやすいところではないかなというふうに思っております。ただその他にもですね、やはりいろんな編集の方からご要望いただいている細かい機能もいくつか入ってまして、例えば日本の編集をやられている方からもご要望いただいていたこのですね、ビデオトラックの高さの幅を、今まではこのぐらいの幅だったんですけども、それよりも小さくしたいというご要望があったので、より小さくして複数のトラックが見れるようになったりという細かいところも含めてですね、機能の強化が図られております。ではまず 8K 対応のところから、さっき RED の 8K の話がありましたけれども、RED の 8K のファイルをですね、発売前なのになぜかデータがありましてすごいですね。取れてるそれを使って、ちょっとご紹介をしていこうかなというふうに思っております。こちらのデータですね。はい、8K のデータが今ここに並んでいるものですね。ちょっといくつか選んで、読み込みを行います。4K の4倍ですからね。そうですよね。これをですね MacBook Pro でデモしようっていうのはね、そもそも間違ってるなって感じがするんですけれども、ちょっとやってみたいと思います。で今シーケンス作りましたけれども、見ていただくとほらね、ここでこう 8192×4320 の 60.00 と誰がやるんだ、これやりたくないね、誰が取るんだこれみたいなところはありますがそんなところが見えてくるわけですね。で、レッドは本当にプレミアプロの CS4.2 の頃からですね、やってたんですけれども、レッドのデータというのはなんだっけ、ウェーブレッドの圧縮なので解像度を下げると本当に処理が早く行える。なので、当然フル画質にしてしまうとカーソルをこうポンと飛んだだけでも全然絵がアップデートしたのは当たり前の話で8190にやってるからなんですけども、これをですね16分の1のサイズに落としてあげるとなんかねスクラブができたり再生ができるようになったりということですね。 MacBook Pro でデモしてますけれども、これぐらいのことが、とりあえず Red Weapon の 8K ネイティブ対応というところでできるようになったと。で当然こちらの方も16分の1にすればシーケンスの設定を見てみると8192の4320、いわゆる日本のというかウルトラ HD の 8K が7680の4320なんで、それよりも大きいサイズが、ありまして 60p で、スクラブもできれば再生もできるというようなところになっております。HD の素材をなんか編集してみたいな感じですね。もはやこうなっちゃう。いや本当 CS4 の頃に 4K やった時もこんな感じでしたよね。4K のデータがなんでこんなところでっていうのがあったんですけれども、8K のデータが、次期アップデートの方ではもしかしたらカメラよりも先にリリースされるかもしれないんですけども、そういうふうになってきています。ただ8K のデータをやはりフルで扱おうとするとやっぱり複雑だし、実際その 4K でも結構大変ですよね。 4K60p のデータをネイティブで扱うのは難しいというところもあるので、今回プレミアプロでは新しいプロ棋士のワークフローというのを追加しました。でプロ棋士のワークフローどんなものかというと、取り込みの時にですね、プロ棋士も一緒に作っちゃおうというようなものになっています。例えばここのメディアブラウザー見てもらうと、まだちょっと翻訳が途中で開発途中なんですけども、インジェストっていうチェックボックスがあるんですね。でこれインジェストのチェックボックスを押すことによって、要は撮影されたメディアから記憶用のストレージにコピーをして
いくことができます。なので今まで例えばメディアブラウザーからそのまま読み込んでも収録されたカードとかメディアから直接編集していたんで、どっかでバックアップを取る必要だったんですね。でそれがこのインジェストの機能が入ったのでコピーをしながら、すぐに編集が入れるし、これすごいですね。そうなんです。結構いい機能がついてます。で細かい設定はここのインジェスト設定を開いてもらうと、こんな形になってまして、コピー&プロキシ作戦。はい、インジェストします。でその時に単純にコピーしますというやり方と、もう変換して、プロレスなりシネフォームにします、プロキシを作ります、もしくはコピーもしながらプロキシも一緒に作りますというふうなものになってます。でこの時にプリセットがまだこれも日本語になってませんけども、コピーしながらプロレスを作りますとかですね、DNxHD にしますとか、シネフォームにします、264にしますという設定があります。なので4K60p で結構大変なんですけれども、例えばプロレスだったり DNxHD の 720p でプロキシを作りながら、作業をしていくということができるようになったということが言えます。じゃあ実際にこれ読み込むとどうなのかというと、ちょっとこの 8K のデータでやるのは非常に怖いんですが、ちょっと 4K のデータでやっていきましょうか。4K の XABCS のデータで読み込んでみたいと思います。ここで読み込みを行うと、当然そのファイルが読み込まれて編集ができるようになるんですけれども、それと同時にですね、これが出ましたよと。しまった。これうちのあれですね、夢のやつでしたね。プライベートが混在してますね。出産の時の映像だったんですけど、かなりそれが走ると同時にこっち見てもらうと C001 の MP4 のインジェストでプロキシまでですね、バックグラウンドでエンコードが始まるというようなものになっています。なので実際そのインジェストをするまで待つとかプロキシが終わるまで待つというわけではなくて、インジェストと編集作業を同時に進めることができるということが今回のものになってきております。でこのプロキシでじゃあ作業した時その切り替えをどうするのかなというところもあると思うんですけれども、今まではですねプロキシで編集した後にですねプロキシからオンラインの高画質に変換するのにサイリンクとかコンフォームとかいろいろ作業があったんですけれども、今回はちょっとまだデータが揃ってないんですけど、ここにですね新たにボタンが用意されました。でこのボタンを押すとハイレゾとプロキシをですねパッと切り替えることができる。これファイル名が一緒である必要があるってことですよね。でもね。内部で完全に同期取ってるんで、インジェストの時にコピープロキシしてしまえばもう完全にそのあたりは勝手にやってくれます。でそうすごいといえば、撮影の時にですね、インジェストのしたプロキシを保存する先、例えばここローカルにもできるんですけども、クラウドの同期フォルダにすることもできるんですよ。なので例えばその撮影現場で高解像度とプロキシを作りました。でプロキシのデータをクラウドに送っておきます。で編集所の方でプロキシを先に読んで編集つないでおいて、じゃあ高解像度のデータをやったところでハイレゾに切り替えるっていうのがワークフローとしてできるというようなものになっています。これはすごい、はい、なので個人的な見解を言えば 8K は一体誰が使うんだってのはあるんですけども、 8K がやりたいなっていう人も、4K の作業をしたいなっていう人も結構このプロキシを使っていただくとかなりスムーズなものができるんじゃないかなと思っていたりします。エディティングの IP 伝送みたいなそんな感じ。そうですね。そんなところも一応考えられているというところですね。今プリティブクラウドでしたけども、別にドロップボックスだろうが何だろうが構わないので、同期フォルダを使えばそういうふうなワークフローだってできますよというところです。さあというところでですね、画面の左側の方に今のがプロキシ 8K 対応、高解像の編集対応というところでしたが、もう一つのポイントは VR ですね。例えば今こちらの、静止画が出てますけれども、それこそ360度全天集カメラで収録した映像を強引に長方形に押し込むとこんな感じなんですね。イクイレクタンギュラー形式という形式なんですけども、イクイレクタンギュラー形式、イクイレクタンギュラーですね。これは新しいワードですよね。こういうふうに横長にぐにゃってなった状態のことをそういうふうに呼ぶ。イクイレクタンギュラー方式。どっかのビーチをその全天集カメラで撮ると、多分後ろの方にはこうやって崖があるんだろうなとかね、こっちの方には海があるんだろうなとか、下の方には砂が一面広がってるなっていうのがこの1枚に収まっていると。でもこれってじゃあ実際この VR のヘッドセットとかで見た時にどうなるか分かんないですよねっていうところもあって、その対応が今回入りました。入ったところで見ていくと、これだ。
はい、タイムラインの方切り替えまして、先ほどプロキシの切り替えボタンを紹介しましたが、その隣にそれっぽいボタンがまたあったやつですねVR ビデオの表示切り替えっていうのがあって、これをですねクリックすると、ほらこういう感じで、おっと、おすげえ。あ、こここんな感じになってたんだ、なるほどねみたいな、これだと想像つかないでしょすげえなっていうのがここで確認しながら作業ができるようになりますよという。そうか、そのグリグリは別に編集とは関係ないですよ。単なる編集関係ないですね。見てるところがプレビューですね、本当に。おっとがここでできるし、スライダーでもできるし、ここの画面を直接ドラッグして動かすこともできますよという。でこれは120度 ×60 度の設定なんですけども、ここもですね VR ビデオの設定っていうのがありまして、この設定をですねポッと開くと、じゃあそのサイズを今120だったものを、例えばこれを90度にするとこんなサイズにしたりだったり、もしくはここの設定で、前提集の VR でステレオの場合もあるんですね。そうですね。でステレオの場合は素材がですね、トップボトムとかサイドバイサイドだったりするんで、例えば上下にしてあげて、ここの画面上では左だけ見るとか、ここでは右だけ見るとか、もしくはアナグルフにして赤青のメガネでも見れるようにしておくとかということができるようになっているというふうになっています。これいいね。はい。というのが VR の対応で、当然編集だけじゃなくて当然書き出しの部分というところなんですけども、 VR で編集したものを今 YouTube が対応しますんで、上げてもらえれば、YouTube でも読めるようになるんですが、注意しなければいけないのが YouTube 側がこれ VR なんだなっていうのを理解する必要があるので、その VR なんだなっていうのを教えるための設定が新たに追加されました。それが264のビデオのタブを開いてみると、下の方にですね、VR 映像かっていうのがチェックボックスがついてきて、VR 映像のこれは普通の平面なのかステレオなのかというような形で書き出すと。すると書き出したものが YouTube で VR として見れますよっていう流れシータ撮ったやつになってます。ね、はい。でここで言いたいのが VR って俺シータはすごくいいカメラだと思うんですけども、はい、あれ全部が1920×1080じゃないですか。はい、で1920×1080のものをこの VR でこのぐらいの画角で見ると、ここの横幅の画素数って500ピクセルぐらいになっちゃうんですよ。で画質がねとても低いものになってしまいます、残念ながら。SD レベルの話ですね。でそこでちょっとね画質的に今一つだなっていうふうに考えると、やっぱり、4K かもしくはそれ以上の解像度が必要になってくるだろうというふうに個人的には思っているので、VR とさっきのプロキシのワークフローがここでつながってくるんですね。なるほど。 VR で撮ってちゃんと 4K、8K のデータを作っておいて、プロキシで編集して最終的に高解像度に切り替えて VR 設定で書き出すという流れが必要になってくるんじゃないかなというふうに思っていたりします。本当に高解像度のところはそうだなと思っていて、はい、正直現段階で 8K がそんなに必要になるかっていうとそこまでないと思うんですけど、VR のコンテンツをいろいろと見てきた印象としては、やっぱり映像だと一気に解像度が時代を戻っちゃったような感じがして、SD 時代みたいな解像度になってしまうんですよね。全体としては結構なデータを扱ってるんですけど、そういう意味でまだカメラとかもこれからまだ期待したいところだし、編集の方でもね、早めにその高解像度とか大きなデータを扱えるっていうのは重要だなと思ってます。そうですね。さっきの GoPro のオムニとかでもですね 8K のデータ書き出せるんで、その作業をするときには、結構いいんじゃないかなと思っていたりします。さあ時間がちょっと押してまいってますが、いいですか。というところで AE 研究会なんでアフターエフェクツのところも当然やっていきたいと思っておりますが、ここで言うとアフターエフェクツ今回ぶっちゃけた話をするとそんなに目新しい機能ないんですよ。ポイントとしてはまずプレビューのパフォーマンス向上が図られました。でこれまでのバージョンを使えるときに絵と音の同期がずれるっていうケースが負荷がかかってくるとどうしてもあったんですけれども、再生のエンジンがおそらくプレミアとか他の編集製品と近くなってきて、この絵音の同期がですねちゃんと取れるようになりましたよというふうなことが大丈夫になったと聞いてます。でここで再生してあげると動いてないけども音はちゃんといってますけども、動いた、よかったっていうような形でパフォーマンスが良くなりましたというのはまず1点、はいはい、でもう一つがですね
やっぱり色って結構重要になってきてます。プレミアにもですねルメトリっていうのが入ってきて、わざわざカラーグレーディングツールのスピードグレードまでいかなくてもかなりのところができるようになったという話をしていますが、このルメトリ今の現行のバージョンでも当然入ってるんですけども、全部ソフトウェア処理だったんで結構重かったんですね。でこれが今回のアップデートでここ見ていただくと32ビットのアイコンの横にですね、このプレミアでおなじみの GPU 高速処理のアイコンがつきましたんで、GPU での高速処理がアフターエフェクツでもできるようになりましたと。素晴らしい。いうところですね。はい。いいであとですね、シネマ 4D との連携の部分もですね大幅に強化されてるんですけど、この辺りは尾形さんの方でちょっと紹介をしてもらえればなと思っています。で続いてキャラクターアニメーターですね。キャラクターアニメーターもプレビュー4というふうになりました。プレビュー4になってどういったところが変わったかというと、パペットのデータを作るときに今まで結構このタグをつける作業が煩雑だったんですね。どこが眉ですよとか目ですよとか鼻ですよ口ですっていうのがここにですね Photoshop のデータに対応するタグ付けのパネルがついて、これが目なんだ鼻なんだっていうのが GUI 的につけられるようになったというところがありますね。であと書き出しも今までのバージョンであれば PNG の連番だけだったんですけれども、 PNG の連番だけではなくてメディアエンコーダーを使ってAME 形式で、H264 とかも含めて対応が可能となりました。そしてメディアエンコーダーですね。メディアエンコーダーの方もそのインジェストに対応するような設定がまず可能になったというところが一つと、もう一つがこちらメディアブラウザー、プレミアやアフターエフェクツに入っているメディアブラウザーが AME にもついたので、例えば記録されているメディアカードから直接エンコードしたい場合はいちいちファイルフォルダを掘っていかなくてもここから直接できるようになったというところがあります。どんどん便利になってきますね。でオーディションですね。でオーディション音の編集ツールも今回はエッセンシャルサウンドパネルというものが新たに入ってきました。でこれ何かっていうとプレミアでいうところのルメトリカラーパネルと似たような考え方ですね。例えばこれまで色の補正をする場合ホワイトバランスのエフェクトは別のエフェクト、カーブは別のエフェクト、3way は 3way って別々でやってましたけども、ルメトリってこの中で一つでですね全部作業ができるので非常に直感的になったというところがあるんですが、に相当するものがエッセンシャルサウンドパネルというふうになっています。例えばこちら一番上のトラックにですねボイスオーバーのトラックがあるんですけども、これちょっと再生してみるとcreek bed right by their high 失礼、はい、音ね。school. もともとこういうデー These タです。 students discover what has been there all along. Natural soundscapes connect us. でこういったデータを音の補正をするときに例えばこの中にあるエフェクトを使って、コンプレッサーをかけたりですとか視察音 S で気になるとやめぜすという音がでそういう音をきれいにしたりっていうのがあったりするんですが、それがここのですねエッセンシャルサウンドパネルで、変えたいところのトラックを選び、今回ここら辺の4つぐらい選びましょうか。でここでどういうタイプですかと、人の声ですか、音楽ですか、効果音ですか、環境音ですかっていうようなパラメータが用意されていて、これは人の声ですよ、じゃあそれで男性ですよ、とするとこれだけでも簡単に High school. These students discover what has been there all along. さっきよりも非常に聞きやすくなったというところが分かるかと思います。でもう一つポイントはこの今のダイアログをかけるだけでここにですね4つのエフェクトが同時にかかっているというところが、アフターエフェクツでいうエフェクトパネルみたいなもんだと。そうですね、はい、例えば今ここで言うと、デッサ視察音、SH の音をきれいにするエフェクトのパラメーターとこれですね SH のデッサですね。でこれとグラフィックイコライザーとダイナミックスと声をきれいにするエフェクトの4つが入ってるわけなんですけども、これを全部扱うのって結構面倒だったりしたわけですよ。知ってる人だったらいいんですよね。でもそこまで音の編集に詳しくない人が使うときにこのダイアログのオーディオエッセンシャルサウンドパネルを使ってもらえると一気にまとめてこれらの調整がスライダー一つでできるようになるというようなところになっています。実際にやってみましょうか。で例えばラウドネスの調整は簡単な話ですね。今で言うと英語の途中になってますけどもマイナス23の LUFS に調整がされました。で調整をするリペアサウンドここで言うと歯の擦れる音を除去するものが入っています。でこれ調整すると勝手にこちらのですねパラメータが連動して動くというところが分かりますかね。この緑のところですね。
でさらに音の明瞭度を調整しようとすると、ここでですねダイナミックとかイコライザーみたいなのがありまして、でここで例えばイコライザーの部分見ていただくと分かるんですけども、イコライザーをかける量をですね単純にこうスライドしてもらうと、このイコライザーのですねこの3つのパラメーターが連動して動くというところが分かりますかね。いちいち一つ一ついじらなくても、ここを調整して人間の男性男の人の声に調整するよっていうするだけでそういった調整をしてくれるというような機能がついているので、本当に音の編集、結構映像の方って音ってなかなか苦手ですよね。苦手なところが多いと思うんですけども、そういったところをですね簡単に行うことができる。で当然音だけ、人のしゃべりだけではなくて、こちらで見ていくとミュージックですね、こういった音がありますけれども、この音についても例えばスピーチに合わせて人の声に合わせて音のレベルを調整する機能だったりなんていうのがあるんで、非常にいい感じで調整ができるようになっています。ミュージックにして何でも音ですねこれ。そうですね、かなりいい感じでできるんじゃないか。で前のバージョンについていたリミックスの機能もここで調整できるようになってるんで、23秒じゃなくて46秒に尺の長さ調整しようっていうのもここから直接曲がもう曲になっちゃうわけですね。なっています。すごい。音苦手ですからね。もうこれでいけるんだったら、特に声の調整ってすごい大変ですから。大変です。いやこれはなんかすごい力強いというか。これ使ってもらうとその BGM と音の人の声のバランスがいい感じで勝手に調整してくれるんで、非常にいいんじゃないかなと。なんか MA をするまでもない時にあると。オーディションって本当アフターエフェクツ使って、アフターベースとかプレミアとか使ってで、映像作った後に古瀬さんこれビデオパネルって出せますか？はいはい、左上の。例えば今プレミアからダイナミックリンクでオーディションに送信っていう風にしてあげると、もうプレミアで編集した映像も来るし、音もトラックで分かれるんですね。トラックで分かれた状態で来て、でそこから例えばノイズを減らしたりとか、そういったマスタリング的な作業とかに入っていけたりもするので、この間プレミアで編集した後に最後に音付けをするっていう作業をしたんですけども、これがあれば、このエッセンシャルサウンドパネルっていうのがあれば、本当に効果音のちょっと強めたりとか、ラウドネスを最後に調整したりとか、声を明瞭度を上げたりとか、そういったことが簡単にできるね。そう本当に簡単にできてしまうので、これはすごいいいプリセットだなと思いました。今回 NAB でもですねオーディションがなんかアワードもらったんですよね。そうなんですか。よかったみたいな。であとそう音のワークフローでいうと、普通に大体の場合音って一番最後じゃないですか。で音の作業が終わりましたで書き出しましょうっていう時に、今までだったらばじゃあもう一回プレミアに持ってきてミックスダウンがされた音を編集する、で最初に書き出すっていう流れだと思うんですけども、よくあるのがもう音が終わったらそのまま直接書き出したいっていうケースがありますよね。で今回のオーディションでは、書き出しの中に Adobe メディアエンコーダーが追加されたので、ここに来ているプレミアのタイムラインの映像を使って音をミックスして直接最終の出力ができるので、プレミアに戻ることなく仕上げることもできるようになりましたというところで、ポスプロですね。クリエイティブクラウド内でもできてしまうみたいな。そうですね。当然プロトゥールってすごく音の編集の世界では強力なツールがあって、もういろんなことができるツールだとは思うんですけれども、もともと楽曲制作用のツールでもあるんで、実は映像編集では必要ない機能もたくさんあったりするんですね。でそこの部分で、プレミアでも当然 AF とか OMF を使ってプロトゥールで仕上げることもできるんですが、単純に映像に合わせる音を作るということだけであれば、本当に必要にして十分な機能がもう搭載されているということが言えると思います。ちょっと10分ほどしてしまいましたね。10分遅れてスタートしてるんで、オンタイムでございます。はい。ということで最新機能クリエイティブクラウドを紹介していただきました。古瀬さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。いやもう満載すぎて。満載すぎてなんですけども、ということで、僕らはねクリエイティブクラウドがないと生きていけないんでですねどんどん進化していただいて、その潮流に乗っていきたいかなと思います。